10月7日水曜日、時刻は9時になりました。こんばんは、シンガーソングライターのみゆです。この番組 YouTube ラジオは皆さんとおしゃべりしながら生放送でお届けしていきます。ということでね、早速コメントたくさんいただいております。皆さんこんばんは。ハロー、オラ、ニハオ、アニハセヨ。ちょっと私にはね、できる挨拶はこれくらいしかないので、もしかしてね、私の国呼ばれてないわって方はね、ぜひ挨拶の仕方を教えていただけると嬉しいなと思います。それではね、まず今日もね、一曲私の曲からお届けしたいなと思うんですが、現在ね、本日やる曲はスモーク1曲目にお送りしようかなと思っているんですが、現在13万、もうほぼ14万回ほどね再生いただいておりまして、とてもたくさんいろんな国からねコメントをいただいております。毎回増えてくねコメントにちょっと胸をときめかせながらね、私もチェックしているんですが、今日はそんな一曲を私の今日の YouTube 第1曲目としてお届けしたいと思います。それではみゆでスモーク。お送りしたのはみゆでスモークでした。 YouTube ラジオ
シンガーソングライターのみゆです。私みゆの YouTube チャンネルみゆチューブでは私のオリジナル曲を中心にこうしてねラジオ配信やライブ配信などをしております。最近ねチャンネル登録者数チャンネル登録者失礼しました。チャンネル登録者数が1万人を超えましてね、ちょうどね前回の10月1日のライブの時にね1万人を超えまして、現在はね1万1800人となっております。たくさんの方にねご覧いただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということでですね、先ほどもちょっと触れたんですが、10月1日のね木曜日にね中秋の名月ということで初めてのね配信ライブをやってみました。見てくださった皆さんねありがとうございました。本当に何人だっけ、80人くらいかな、見ていただいて、同時再生っていうんですかね、そのリアルタイムで80人くらい見ていただいて、アーカイブの方もね現在結構500とかかな、 200 とかかな、ちょっと忘れちゃった。結構なね回数も見ていただいておりまして、リアルタイム以外でもねご反響いただいてるんだなととても嬉しく思います。改めてねありがとうございました。今まで配信ライブという形をですね、ライブハウスに出演してという形で2回ほどやらせていただいているんですが、今回の物語とかをね織り交ぜてやる形は初めてで、とっても緊張していまして、結構ねバタバタしながらもね結構濃い内容でやれたので、私としてもすごい満足で終われているんですが、といってもね初めてだったのでいろいろありまして今日はね、裏側をお伝えしていければなと思っております。ということで今日は配信ライブ大反省会というメッセージテーマでねやりたいと思います。さっきのねアーカイブのね回数、私が見た時よりめっちゃ増えてて1329回今見たら回していただいてるそうで、たくさん見てもらえてるんだなってとっても感動です。ありがとうございます。でね、そのメッセージテーマもう一回言うんですけど、配信ライブ大反省会ということでねやっていきたいと思います。ぜひね配信ライブをねご覧いただいた方は感想とかね、こういうとこ面白かったとか、次こういうことしてほしいとかねあったらねメッセージを送っていただければ嬉しいです。ということで YouTube ラジオへのメッセージは生放送中はねこちらの現在表示されている YouTube ライブのチャットに表示送っていただきたいんですが、ちょっとね多分見てわかる通り今日から画面上にね皆さんのコメントがね映るようになっているんですね。嬉しい。どんどんねいろんなことが変わって良くなっていく様子もねみんなと一緒に、作っていく番組ということをメインにしてるのでね一緒に成長していければいいなと思っております。ということでね今までねアーカイブが見れない、アーカイブでコメント欄が見れないとか時々あったんですけど、こういう形になったので私もねアーカイブチェックしながらコメントもね同時にチェックできるようになったので、必ず見れる状況になっております。ぜひねたくさんねコメントいただければ、英語でも日本語でもスペイン語でも頑張って翻訳して読みたいと思うのでたくさんお送りください。そしてね放送中はもちろんこちらのねチャット欄でチェックするんですが、アーカイブをお聞きいただいている方はぜひね Twitter にハッシュタグ MewTube をつけて投稿していただきますと、放送後にねしっかりチェックしに行きます。今見てるよみたいな Now Playing みたいな感じでツイートしてくれてる人もいて、たまにとても嬉しいです。しっかりチェックしております。そんな感じでねぜひ私の部屋に遊びに来たよこんにちはみたいな感じでゆるい感じでねコメントして参加していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。YouTube ラジオ
もこの放送でお届けしている YouTube ラジオを作ろうのコーナーにね、いつもならね行くんですが、サムネイルのね、そちらのコーナーではサムネイルの画像を描いたり、ラジオのジングルとかをね作ったりしております。でね、ちょっと今日も見えるんですが、前回ね作ったみんなと一緒にテーマを募集したり、どういうのがいいっていうのをね弾きながらやった絵が完成しました。こちらがね文字とかいろいろ付け加えて YouTube ラジオとかね付け加えて完成した絵がね今表示されております。いかがでしょうか。なかなかね文字とか可愛いなと思っているんですがね、多分前回の放送をね見てないよって方はね、もう昨日で消えちゃったんだけども、ちょっとその方のためにねご説明しようと思って、一体何の絵なのっていうね感じだと思うので、テーマがね月とうさぎというテーマでね、ピカソっぽく抽象画みたいな感じで描こうと思って描いたんですが、なんでうさぎと月なのかっていうとね、なんかみゆといえば月だよねみたいなとこがありまして、あとはうさぎをたまたまね表示されて、私のヘナチョコうさぎをねインスタグラムとかもチェックしてくれてる方は時々ストーリーにね変なうさぎ変な似顔絵のうさぎがね登場したりするんですが、それも人気で、うさぎと月を描こうっていう風にねコメント欄でねたくさんもらったので、それをテーマに描かせてもらいました。細かく言うと真ん中の黄色い丸が月ですね。その横の右横にある白い人がなんかうさぎなんだけど、なんでなんか黒いのがついてるかっていうと、逆さまにしてもうさぎに見えるよねみたいなことを表現したかったんだけど、そこはちょっとあんまうまくいかなかったかもしれないとこですねで蛇みたいなやつが草を表しておりますね。秋草、ススキみたいな感じでね。で月の左上に3つあるのがお団子、お月見をテーマにしたお団子を3つ添えました。あとはねその秋の風が心地いいなってことで、一番ね左下に風が3本吹いておりますこんな感じでね賑やかにね、結構長くね前回ねやらせてもらってとっても楽しかったんですが、そう今日の話をしたくて、いつもはねこんな感じでラジオに関する何か皆さんにねラジオを構成していくものをみんなで一緒にコメントを使いながら作っていこうっていうね回なんですが、今日はそちらをお休みさせていただきまして、配信ライブのね前回の10月1日にやった配信ライブの大反省会をしたいと思います。ということでね、みんな見てくれたでしょうか。そうね、その1300何本もね見ていただいたってことは、きっと今日いるね61名の方には届いてるのではないかと思うんですが、配信ライブのねコンセプトはやっぱりお月見の日だったから月をテーマにしてちょっとお話をね用意しようかなって。いつもならなんか軽く喋ったりね、曲について喋ったり、その日のなんか様子、その日までの様子の何かを喋ったりすることがあったんですが、お話をね一から作って、その中に自分の曲をね混ぜ込んでやらせていただきました。結構ねツイッターの方にもね感想いただいて嬉しいです。ありがとうございます。なんかライブだからね、いつもね CD の音源とか、あとは YouTube 上に上がってる音源とはね違う感じでね楽しんでいただけているのかなと思って、例えばシンセサイザーを加えたり、ちょっとおしゃべりしたいんですけど、シンセサイザーについて最近ねシンセサイザーをね導入しまして、ライブにボコーダーっていう声をなんかすごいロボットみたいな感じに変えられたり、声の音色とね音程を変えられるなんか面白い機械がありまして、その前回のライブではねダイブという曲に使用したんですが、そのボコーダー機能とかもね使ってね結構面白い感じに見せられたのではないかなと思います。あとはね弾き語りを3曲ほどやらせていただいたんですが、弾き語りはもう自分のやりたいように毎回
尺とかもあんまり気にせずに歌いたいように歌っているんですが、そういうね毎回違ってくる変わってくる感じもテンポ感とかもね、そういうとこも感じていただけたのではないかなと思います。そのライブの感想とかをね、今日のメッセージテーマは大反省会ということでもらっていると思うので、そろそろね見ようかな。コメントたくさんコメントをいただいておりまして、一つ目ね紹介させていただきます。ラジオネームあきすんさん、ありがとうございます。スクショをねもらっているので読みたいなと思うんですが、みさんこんばんはということでね、先日の下北沢ラグーナとありがとうございます、 YouTube ライブのどちらの配信もとてもかっこよかったですといただいております。ありがとうございます。そしてね、ライブ配信失礼しました。ライブならではの魅力が盛りだくさんでした。無観客での配信ライブは通常ライブとは違う緊張感がありりそうですねということで、いつかライブ会場で聴ける日が来ますように。ありがとうございます。しかもなんか可愛いシャキーンみたいなね絵文字が入っております。嬉しい。そうですよね、最近ね知っていただいた方はね、やっぱりまだ無観客ライブにしか出演していないので、ぜひねなんか早くねこの状況が落ち着いたら皆さんとね、皆さんの前で皆さん一人一人に届けられるライブがねできるようになりたいなとすごい思ってるんですが、画面越しからもねしっかりね伝わるようにね、念を込めてきっと画面の向こうにはあなたがいるだろうなと念を込めてやっております。ぜひね掴んでいただければ嬉しいなと思います。他にもね、シンセがかっこいいってねよく見てらっしゃる。素晴らしい、ありがとうございます。シンセサイザーがねかっこいいってね言ってくれてる人がたくさんねいますね。ありがとうございます。どれどれ、ちょっとね時差があってねコメントが難しいんですが、まだね大無事さんこんばんは、ありがとうございます。まだ見れてないっていうね反省デーということで、全然ねアーカイブが残っているのでね、見れてない人も今日のね、ラジオ配信を踏まえてねもう一回見ていただけると絶対面白いと思うので、今日はねそんなことも踏まえて前回のライブの裏側をねお届けしていきたいなと思います。はい、ということで、そうでね、その裏側を話していこうかなと思うんですが、実はねリハーサルの時に何秒前って言ってあと何秒後に始まりますよみたいなのがねスタートするのが、コールされてたんですが、本番にね全然そういうことを初めての配信ライブだったのでみんな忘れていて、私も全然気づかずスタートしたことに気づいていなかったみゆさんがいます。ということでね残っているので映像をチェックしていきたいと思います。はい、ということでね、私が副音声でお届けしたいと思います。まず月とね耳になってるんですね。ここね後で聞いていただければ、始まりましたね。もう始まってるんですね。この時カメラの裏側ではスタッフさんが一生懸命手を振っていただいて、ちょっと窓際に映ってるんですが、もう始まってるよとね、やるのって顔をね私はしております。始めるのねっていうね、ということでライブが始まるっていうね始まり方をしておりました。全くねスタートしたことに気づいてない私だったんですが、なんかねこの時にカメラにあんまり顔向けない方がちょっとかっこいいかなって思って入りだけねちょっとかっこつけようかなと思ったら、始まってることに全然気づいてなくて、チラッと見たら手一生懸命スタッフさんが振っててね、もうやるよやるよって感じで、やるのねっていうね返し方をして、とってもね私ここ焦ってるんですが、ちょっとね焦ってないように見えるのでね、とてもねうまくごまかせたのではないでしょうかというね裏話がたくさんあります。あとはね弾いたのに音が出ない事件がありまして、そこもちょっと見ていこうかなと思います。コロコロと移り変わるここですね。これフライトという弾き語りの曲の前にね
朗読をして、今朗読で使ってた iPad を置きまして、ピアノの上にね、よしじゃあフライト始めるぞってね思ったら、あれ音が鳴らないってなってこの時個人的にすごい焦ったんですけど、機材トラブルかなと思ってよくよく見たら電源がついていないという、この私のね朗読した、iPad を置いた瞬間に電源を切ってしまうというボタンを誤って押してしまってね、電源を切ってしまうというねまさかの事態が起きておりました。でしかもね立ち上がるまでに結構時間がかかったので、最初の音とかね、最初の方の音とかペダルの押した音になっていなくて、そうとっても焦っておりましたが、なんかねみんなで見た感じはね全然焦ってなく優雅にやってると思うんですが、内心はとっても焦っておりましたっていうね裏話がありました。ちょっとねここでみんなの反応をね見ていこうかなと思います。どれどれ。サンゴの海さんありがとうございます。アイコンタクトは分かった。あ、バレてたかやっぱねなんかバレてないかなって思ってたとこもね、分かる人には分かるんですよね。もしよかったら一生懸命窓際から手振ってるねスタッフさんの様子とかもね後ほど見ていただければと思います。あとはね海外の方々もね LOL ってなんか笑いみたいな日本語で言うかっこ笑みたいな感じのねコメントをねたくさん打ってくださっております。とってもね後から見ると面白かったんですけどね、現実やってるリアルタイムな私はとっても焦っておりましたということでね、そうね、アクシデントもライブっぽくてなんか好きですっていうねコメントいただいております。ありがとうございますね。こういうことがねあるからね、なんか後々振り返った時に面白かったなってね結構思いましたね。あとはそんなに綺麗ならかたかははそんなに綺麗ならかなかなかちょっと今日はカミカミですね。そんなに気にならなかったよということでね、ありがとうございます。なんかこういうことも毎回ねラジオでね面白さを伝えていければなと思います。あとはねシャンディガフという曲を2曲目にお送りしたんですが、その時ちょっとピアノの調子が悪かったみたいでペダルが全くね効かなかったという事件が発生しておりまして、そこはね後からみんなでねチェックしていただければいいなと思うんですがね、一瞬ちょっとペダル直ることを試みてペダルのね刺さってるねコードのところを触ってみたりしてたんですが全く直らず最後までね一生懸命合わせてジャズっぽく頑張って弾いておりましたなんていう裏話もあったりしてね、こういうことを踏まえてねもう一回ねチェックしていただければいいなと思います。ということでこれからもね私の YouTube チャンネル MewTube ではオリジナル曲はもちろんMewTube ラジオ、そして配信ライブもねこうした形でお届けしていきたいなと思っております。これからもお楽しみに。MewTube ラジオ、この番組では毎週生演奏もお届けしていきたいお届けしたいと思います。本日お届けする曲はミュのバスルームという曲をねやろうかなと思っております。この曲はねだいたい高校生の時に作られた曲で、昔からね、ライブハウスで聞いてくださってる方は多分よく知ってる曲だなって感じで思ってくれると思うんですが、まだね YouTube にはね動画としては上がってないのでね、もちろん初めて聞くよっていうね方もたくさんいらっしゃると思います。この曲個人的に雨の曲だと思っておりまして、本日東京はね雨が降っております。もう止んだかな、止んでるのかな、
私がねお家から出てくる時はねザーザー降っておりました。ということで今日はねそんな東京の夜の雨に合わせてバスルームをやりたいと思います。聞いてください。バスルーム。最高だけって言って抱きしめたふわり強く染まる君はずるいね大人のふりをして背伸びした君の残りが僕の瞳揺らす何重にも重なった想い42度伝ってゆく僕の体に君がつけたキスの跡ぼんやり曇る鏡に映る消えてくれってこすったけどいつまでたっても消えないね薄れた頃にはもう君のことも心の中から消えてるのかなさよならじゃなくてまたねという言葉選びまで器用な君さ理由もないから合わないよ強がってなんかいないよけど苦しいな泣くはずないよ流れてくのは涙じゃないよ浴びた雨のせいさ君がつけたキスの跡ぼんやり曇る鏡に映る消えてくれってこすったけどいつまでたっても消えないね薄れた頃にはもう君のことも心の中から消えてるよねつなげてたの時交わしてた言葉君の温度はもうここにないよ素直になれずにさよならを告げる君がつけたキスの跡
いかがでしたでしょうか。初めて聞いたよっていうね方もねたくさんいらっしゃるのではないかなと思うのでね、ちょっとだけ感想をねお送りいただいてたらみたいなと思います。よいしょ。音符マークでねたくさんね一緒にね演奏してくれてる方もいっぱいいる。ありがとうございます。ニューシングルでしょうかっていうね、質問をいただいてるんですが、これはねニューシングルではなくてですね、昔からずっと歌い続けている曲になるので、皆さんの中ではね初めて聴いていただいた方もいるかなと思うんですがね、実は高校生の時から歌っております。ありがとうございます。ローマ字でねうまい声ってね、ツイートチャットにコメントしてくれてる方もいますね。ありがとうございます。嬉しいね。拍手もたくさんありがとうございます。どれどれ。先日初めて聞いてバスルームにもねとても惹かれましたということでねコメントいただいておりますね。ぎゅっと胸が締め付けられるような繊細な曲でとても大好きです。ありがとうございますね。歌詞の内容がねちょっとね日本の人にしか、あと日本語勉強してくれてる方にしかあんまりわかんないかなと思うんですが、この曲はそうですね、男女のお別れのでも強がってるこのね強がって別に寂しくないよみたいなね感じの内容の曲になっています。ぜひねこの後アーカイブもねこちら残るのでね、ぜひどんな曲なんだろうなって聞いていただけると嬉しいです。ということで聞いていただいたのはみゆでバスルームでした。ありがとうございました。みゆがお送りしてきました YouTube ラジオ。今日も皆さんご参加ありがとうございました。ラジオネームをね読んでいきたいと思います。ラジオネームサバカンさん、ありがとうございます。ラジオネーム大おじいさん、ありがとうございます。ラジオネームあきすんさん、ありがとうございます。あるかなそんな感じかな。ラジオネームをくださった方はぜひねラジオネームって一体何なんだって話をね思ってる方もいらっしゃると思うんですが、私YouTube ラジオはですねよりラジオっぽくしよう YouTube ライブなんだけどっていうことでねラジオネームを先に添えてコメントをいただくというね形をお願いしていたんですね。ちょっと初めにね言えばよかったかもしれないんですけどね。ありがとうございます。カバンの中は夏の空さん、ありがとうございます。ちょっと待って、今日誕生日の方がいらっしゃる。嬉しいお誕生日おめでとうございます。スタッフ一同拍手おめでとうございます。そうだったんだ、嬉しい。逆にこちらのね私のね今日この YouTube ラジオを選んでいただいたのはとっても嬉しいです。逆に素敵なね年にしていただければいいなと思います。ぜひね健康でね元気よくそうだな、頑張ることも大事だけど自分を大事にすることも大事だと思うのでね、しっかり自分にね優しく皆さんね全員ね過ごしていければ私も含め思います。ということでね他にもねたくさんコメントいただいております。毎回ありがとうございます。ということでねそんな感じかな。みんなおめでとうって言ってる。そんな感じ素敵です。お誕生日の方がいらっしゃるみたいで、ぜひこういうところでねチャット欄があるのでねさっきも始まる前にまさかどこだっけな、どこかの国かちょっと忘れちゃったんだけど、まさか同じ
国の人がいると思わなかったみたいなね、コメント欄でやり取りしてるものが見えたりして、とっても私ね、スペイン語でのねやり取りをしてくださってる人がいて、こういうとこからねなんかみんな素敵な出会いがね始まればいいなと思っております。なのでね、ぜひ自由にねコメントで話したりしてね、仲良くなってもらえれば嬉しいなと思っております。それではね、今日もね YouTube ラジオお聞きいただいてありがとうございました。今日はテーマがね、配信ライブの大反省会ということでね、たくさんコメントいただいているので、読めなかった分もね後ほど読ませていただきます。ありがとうございます。あとはね、現在新しいね、作品を皆さんにお届けできるように制作中でございまして、先日ね歌撮りが終わって、あとは、皆さんにどういう風にお見せしていくかっていうことをねちょっと今考えているのでね、ぜひYouTube の登録はもちろん SNS とかにもねいろいろヒントが出たりするかもしれないので、フォローしてねチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして次回の YouTube ラジオは10月25日日曜日の夜9時21時からのスタートとなります。今日はね平日だったんですが、またね日曜日に戻るのでね、ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。その時もねまたね、今日みたいに今日はねたくさんコメントもう流れてってしまうくらいいっぱいもらっております。嬉しいです。ありがとうございます。こんな感じでね、またコメントで参加していただけると嬉しいなと思います。そんな感じかな。ということで、今日も YouTube ラジオをお聞きいただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。みゆでした。バイバーイ。星も見えるよ、嬉しそうに話す君、ついこっちまで